UAGFB 代表の神田祐介と言います。ブランド名の由来はアンダーアツシグラウンドっていう略なんですけど、アンダーアツシグラウンドのアツシっていうのは僕の友達で、実家で自営業やってたんですけど、そこが傾いちゃって、ちょっと人生を諦めちゃったというか、時の思いを忘れないようにっていう、淳と一緒に這い上がろうっていう意味があって、でそういう思いを何かで残したいなっていうので、指スケっていうのに出会って、このブランドやっていこうかなって。伝えたいことは自分もそうなんですけど、ものづくりがすごい好きで、子どもたちが見た時に面白そうだなとか、僕もこういう作ってみたいなとか、今って物があることが当たり前、いいものもお金出したらすぐ買えちゃう、壊れたら買い替えちゃうじゃなくて、自分で壊れたら直してみようとか作ってみようとか、そういう気持ちを持ってもらえたらいいなっていう思いがすごいあって、これからはそういうものをもっと作るっていうことを発信していきたくて、指スケで使うためのセクションだったりとか、これからはそういうことを発信できたらいいかなって思いますね。おはようございます。おはようございます。ですね、ぐんぐんチャンネル、今回はここどこ？愛知県の名古屋市の名古屋市、はい、緑区です。はい。ですね、今回は指スケの工場にお邪魔させていただいてます。そして皆さん覚えてますでしょうか。ぐんぐんチャンネル一番最初に出ましたぐんぐん皆さん一緒にぐんぐんたかしです。シモンくんとかね、ロビンとヨシとか他の YouTuber の動画にも出てるたかしくんです。工場にお邪魔して指スケの、社会科見学ですよ。簡単に言えば指スケみんな多分見たことあると思うんですけど、実際どんな風に作られてるかっていうのを、今回は全部お話を聞かせてもらおうかなと思ってきてます。ここまで作ってるのはもう日本唯一ですからね。はい。ここから一から作ってまだまだ頑張りますよ。はい。最初にネタバラシするのもあれだけど、すごかったっす。話一通り聞いてすんげえなって引くほど感動しました。いや、嬉しかったですね。はい。なんでその模様を理解してもらうために皆さんに見てもらおうかなと思います。はい。というわけで行きましょう。行きましょう。レッツゴー。はい。ここだと、うちだとこの金型それぞれサイズがあるんですけど、それを使って、このもともとある板というか、このもう削る板があるんですけど、それをこの板これをはめて、金型にはめて、これルーターっていうんですけど、ちょっとですね、軽く回してみますと、ちょっと皆さんちょっとノイズが入るかもしれませんが、こんな感じになってます。これで、これを金型を当てながらギーンと、これによってシェイプというか、形が決まるわけですね。もう一通り言うと、これで削って、で、手で仕上げるんですけど、そんな難しい、もうコツとかそういうことはないので、そのままやっちゃいます。はい。めちゃくちゃ早いから。これで簡単にバリが取れました。ペーパーのヤスリ。はみやすい。で、もうこれで。結構あれなんだね。そんなに、超成功にやってるって部分ではない。ではないですね。本当にバリを取るだと。加工っていうかそのヤスリがけするのこだわりとかあるの？プレイヤーだからこそもうちょっとヤスリちょっとやった方がいいなとか、そうですね。エッジ立てた方がやりやすいなとか、そういうただ俺はここって結構いろいろ賛否両論あるんですけど、その側面ってことだよね。そう、側面です。ここが角立ってる方が自分はちゃんと当てられるんですよね。俺はあんましここを平べったくしちゃうとコンケブ低く感じちゃう。ペタペタに見えちゃうんで、だから俺はなるべくここはあんまし削んないようには。そこはちょっとずらしてエッジを立てるような感じで。でも低くするんだったらもう完璧にここを丸くしないと気持ち悪い。なるほどね。できました。やったぜ。
綺麗にできました。完全に、うちでプライデッキっていう完全なる本当に一から作ってるデッキもあって、はい、染めるうわ染めるところからこれすごい薄くないですか？これを5枚重ねて作るんですけど、これ結構薄い木じゃないですか。かなりですコンマ5ミリ 0.5 ってことですか？はい、シャーシンと一緒っす。シャーペンの芯と同じぐらい薄なんい木。でこれを縦目、これ縦ね、はい、でこれ横目なの、ね、あなんで合板にしないと弱いからあ、そういうことですよね。縦横で重ねて、でプレスで挟んでで形成すると。はあ、すっげえ、俺これちょっと感動したわ。そう、これをだから染める作業からーやってる。なるほどね。うんでこれ染めて縦横できて、うんでボンド入れてそうそう金型で挟んで、であとはもう数日乾燥させる。プレスさせて、はい乾燥させて、やっとこの状態。はあ、なるほど。やっとこの状態で今度は穴開けからやって、であとは大体切り落としバツバツて切ってこっちの工程にさっきの工程に入ると。でこれってちなみに、うんこの木を要は切り出してるあ、そう。だからもともとは本当に本当にこの長い木材かペラらペラの木を自分たちでこうやって切ってカットして、でこの大きさにしてで初めて染めたりとか。日が暮れますよ。本当にそう。本当だ。あ、本当だ。染めた木ですね。ロゾさん好きそうですね。うん、もうすでに好き。これめっちゃ好き。しかもこういう形も作れたりね。もうこだわり出したら、例えばこの赤、黒、緑、黒、赤、もう全部もう自分の好きなカラーリングに。で最後まで完成するかがちょっとわからないですよね。最後までやってみないと。いざだってここで穴ブスって開けた瞬間にバキッて折れることも可なくはない。能性もあるし、穴がずれちゃったりとか。いや、そうですよね。超意気込んでで作最後のってるけど。削った時にパキって割れたりとか。で、もうこことかピーンってこうチップしたりとか。全然あります。だからさっき高橋がやったこのヤスリの作業あーでもう全然関係ないところシュッてやった瞬間に傷になっちゃって終了。これ生産性すごい低いですよね。逆に言うと。そうなんです。だからなんかこう大事にしたいとか、ね、いやー、それは思ってもらえるそれは大事にしてもらわないとこちらの気持ち分かってもらえない。まあこれで全部根茎部とかキックの角度がもう決まっちゃうんですね。はうん、うわ。であとは圧力を一定にして、はい、そうすると厚みが大体一定になるんで。はあ。これちなみにこうプレスするじゃないですか、プレスする時って何かでこう潰したりするんですか？普通に自然に。そうそうもちろんこうやって置くだけじゃダメなんで、プレス機みたいなのこいつが役割、指付け専用の指付け専用のプレス機。このハンドプレスって言うんですけど、自分でこグッて。れでそう車のジャッキと同じ感じで、あーこれが油圧で動いてて、油圧でここで挟んででグッと圧力だけしっかり見て、はいで同じ圧力で挟むと。これでも結構あれなんですか？一時的にグッてやったらそれで OK なんですか？一時的にギュッずーっとある程度てやってもう5分2日ぐらいは入れっぱなしってことですか？完全に乾くまで完全に乾くまで固定ってことで。ああ、そうなんですね。まあ一応じゃあ板はこういうこのスペースでこんな感じでやっております。おー、これがもう僕が感動に感動を重ねたなんでしょうって聞きたいぐらいの視聴者の人に。これは旋盤っていう、旋盤、旋盤ですね。はい、小さいものを削るためのあー大きさなんですね。これなるほど。普通はもっと大きいんですよ。そうですよね、なんか大きいイメージある。ハックウィール、何ウィールですか？ハックウィールってハックウィいうールですか？名前で UAGFB の中のハックウィールっていう。なるほど。それも生産するのが時間かかるので、はい。時たまにしかウェブに上がりません。スーパー激レアウィールってことですよね。それぐらい大変だっていうのをそうそうもう死ぬほど言ってください。もうですぐ売れちゃいます。そうですね。なのでそれぐらい要はいいものを作ってるってことだよね。いや、どちらかといえば。もう触っていただければ、はい最初にこれをやってしまうとこれのどこがいいのかっていうのが多分わからない方がいらっしゃるので、多分テックデックさんとかいろんな他のブランドを使っていただいた上で触ってもらえるとさらにこれの良さがわかるのかなっていう気は。これですね。それがあれですよね。要はウィールの原材料にはい。これがなる
これはウレタン樹脂っていう材料でできてまして、はい。色とかも自分でこう混ぜて、うーん。で混ぜ合わせたものをはい固めてこういう状態になってます。なるほどなんで今これ透明ちょっと、と透明ですよね。うん、で紫のこのなんていうんだろう、マーブルっぽくなってて、そうですね。ムラがありますね。そうなんかこれをわざとやってて、わざとだ。はい。なのでこういうのをもう自分の作りたい色をこう作れるっていう。軍曹君にせっかくなんで好きな色を選んでもらって本当ですか？ビールも作っちゃおう。嬉しい。やってみましょう。何色にしよう。ちょっと。これね、多分上にもめちゃくちゃあるんで、あそうなんです一回上で選んでもらった方がいい。そりゃここからのおなんかかけ直しミラクル。かけ直しミラクルになった。というわけでウィールを選びに来たんですが、ありすぎませんか？なんかもうひたすらチョークがいっぱいあるみたいな状況になってるけど、めっちゃカラフルじゃん。いろいろ試作で作ってたら増えちゃって。いやでもまあこれウィールの形にしないとずっと増え続けるそうなんですよね。だってこれクリアっぽいのもあれば、うんうんちょっとこういうマットっぽい、うんまあ、色がしっかり入ってるのもあるわけじゃん。うんそのまあこれを多分使ってみて、まあこ違いうこうでしたああでしたみたいな実感はある、逆に。でも思うのはやっぱクリアの方うんがなんか断面がザラザラというかちょっとなんかパラパラになるようなイメージありますね。うんこれ白い方がその硬いからなんですけど白は硬いね。なのかわかんないですけど、なんかツルツルに使っていくと、はいウィールでスケボーのウィールでも削れて周りがこういろいろなんていうのかな、それ馴染んでいくじゃないですか、はいはいはいそれと一緒で白だと使っていくうちにツルツルになってきて、でこっちも、まあ、断面ザラザラで使ってくるけど結構グリップ力はこっちの方が柔らかいからあるみたいなイメージはありますけどね。まあ多分クロート好みだったら白の方がやっぱクロード好み。じゃあ俺ミーハーだから色にしよう。ミーハーだからな。なんかこれとか中に金色っぽいの入ってんじゃん。そう。本当だ。なんかそれをまだね一回も作ったことないから。じゃあ俺これがいいです。これですね。はい、お願いします。はい。黒金ここで、はいこれでこれはまあチャックって言うんですけど、はいこれで、まあ、この材料をはい。まず掴むところから。挟むってことですよね。そうです。はい固定して吹っ飛ばないようにはい。固定してこういう感じですね。はい。いい感じにできるかな。できてほしい。楽しみ。まあでもできないっていうことも知ってほしいからな。そうですね。ものによってはもしかしたらできないかもしれない。そういうことですよね。だけどまあやってみましょう。やってみましょう。でこの回転したものに刃物を当てて削るっていう。はい。でいきます。今タイヤの中心にはい。穴を開ける作業ですね。あ、本当だ。あんまりこれ。はい。できましたこんな感じで。わあ、すげえ。まあでもなんか透明に黒マーブルみたいな。うんうんうんもうかっこいいですね。確かに。こんな感じで。あとはここから仕上げて、ベアリング入れて、はい完成。なるほど。はい。素晴らしい。うんすんごい小さいですね。でもでっかくていいな。うん。結構大きめ。やっぱり。大きめ。下でウィールが旋盤で削った、はい。ハックウィールを今から仕上げを仕上げですねしていきます。はい。また大これ、変なのあれですね。目悪い人とかだったら超大変ですね。メガネつけて、みたいな。最近目が悪くなってきたからね、なかなかもうしんどくて、若い目が早欲しい。く高しに覚えてもらわないと。
で一応このハックウィルははいすごい精度を細かくしてるので、このガタが出ないようにできてますので、ガタが出ないです。でその分空転があんましないんですけど、あんましそのこう負荷がかかった時にすごいスムーズになるようになるほど。作ってあるので。指を乗せてる時に本領そうですそうですそうです。ご安心何も乗ってない時に走らせてもそんなに使えないよ。そうですそうです。ご安心くださいませ。できた？かきれいなね。足回り完成。いいじゃないですか。かっこいいですね。はい。テカテカでーす。あ、ついたような気がするけども。どうなの？今から印刷をしていきたいと思います。はい。こんな感じでね。はい。で、位置が結構これ、そうですよね。ずれちゃうってことですね。ずれるちゃんと、場所が、よし、こんな感じで。はい。真っ白ですね。でこの白吹く理由は、はい下地が木なんで、はい。直接吹いちゃうと木色とかの木の色と混ざっちゃうんですよ。ほど。なんで、まあ基本的には白色を入れてから、はい。色を入れると。はい。取りますか？取りましょう。完成したねー。はい。このデザインはなんと、言いました。ありがとうございます。かっこいいんじゃないですか。これはなかなかかっこいいですね。組み取っていたします。てか、ちなみに、イビスケの、できてば、種類はこのスポンジになってます。これを、その方に、本物のスケボーと同じように剥がします。そして、こちらのアソート面に、まあ、ノーズとか分けたい人は切り込み色入れて、本物のテールとかノーズとか目立つようにしてください。でこれをこのまま、ここで注意点、空気を入らないように均等にちゃんと中側から外側にこうかけてやると、まあ、もしくはこうやってね、一方方向にやっていくと空気が入らないので、綺麗に入ります。こんな感じで入りました。で、これも一応伸ばし方とかでね、ちょっとね、薄さが変わっちゃったりするので気をつけてください。そしてこのドライバーもしくはこのダイヤモンドヤスリ100均で売ってます。これを使って気持ちいいですよ。気持ちいい場面来ちゃう。よいしょ。このままきれいにてってれーん。きれいですね。ここから穴を開けていきます。この穴を、まあ大体わかるでしょ。こうやってちょっとね、圧をかけていただくと、この穴が見えるので、そこに刺していただきます。そうすると、ここでグリグリグリしていただければ、よいしょ。はい、できましたね。できましたね。今回は金の色でですね、作らせていただきます。これをこんな感じでね、はめます。ドライバーもしくはインパクトでつなげながら、ずれましたね。この時一つ片側だけとか一気に入れないでくださいね。こう斜めってしまってね、ビスが入らないよなんてことが入るので、ちょっと綺麗に4等分して、こう、ちょっとずつ全体的に負荷をかけていく感じで入れてみてください。もしくは対角線上に入れるのが一番ベストです。あれやだ。はいよ。その辺。完成です。片側もやっていきます。伊勢丹で昨日完成です。てってれー。綺麗。おー、いいですね。いかがですか？なんということでしょう。なんということでしょう。出るまで笑顔咲く。キモいな。笑顔咲く。まあ今回はスーパーありがたいことにオリジナルのデッキを作っていただきました。まあ動画にも出てたと思うんですけど、
ちなみに僕これYouTube の動画でタトゥーのスタジオに行って彫った動画の時に彫ったタトゥーのデザインです。はい。かっこいいですね。はい。体にこの絵が刻まれてます。はい。でですね、動画はここで終わりになってしまうんですが、今回他に2名今回名古屋まで一緒に来たお二人のスケーターに今回彼らをイメージした指スケを我らで企画勝手にし、最後渡すリアクションを取ってお別れにしたいといいですね。思います。じゃあそれはわかりました。何もなかったかのようにちょっと帰り際にね、はい、パッと渡して、はい、パッと渡して、はい、わかりました。はい、じゃあそんな感じで最後はリアクションを見て終わりにしたいと思いますので、お楽しみにということで。はい、何も知らない2人です。お疲れ様です。いいよ、飛んだ。若宮でしょ。若宮でしょ。若宮。人いた？あ、結構いたっすよ。本当に。こんな寒い。声かけられたでしょ。いや、工藤さんですよねって声はなかった。なかった。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。はい。ちょっとね、お土産を。こんな気持ちなんですけど、お土産をこれ、よかったら。まあ、うちの定番のモデルのやつなんですけど。本当に買おうと思ってたのに、むしろ。よかったら見てください。やったー。ありがとうございます。あ、かっこいい。おやば。俺のだからちょうだい。ちなみに、定番というか、これは皆さんイメージして。非売品です。イメージしてくれた。はい。フィルマーことちゃんは、セタン。やっぱり伊勢丹、しっかり伊勢丹意識させてもらいました。成功ですね。はい。はい。大成功。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あれここね。はい。はい。いやー、フロントノーズです。フロント系にはなりません。うわ、なんでマジで。なんでいや、やばい。許してください。なんでだ。もし。ねえ、フロントノーズ。やっと。危ねえ。